はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、リーサルカンパニーの序盤の進め方について解説していこうと思います。はい、まずですね、皆さん、入ったら最初にターミナル触りましょう。ターミナルって何かというと、このでっかいパソコンのことです。ターミナルに触ったら、こんな感じの画面が出ます。英語ばかりでよくわからないかもしれませんが、今から言う3つのことだけ、最初は覚えておけば OK です。はい、1つ目、まず、ヘルプって打ちます。ヘルプはそれぞれのコマンドリストを表示します。次に2つ目、ブーンズって打ちます。そしたらいろんな名前が出てきますが、この名前はそれぞれの行く先場所になります。下に行くほど難易度が跳ね上がります。初期で行き先がエクスペリメンテーション、初期マップになってるんで、今は入力しなくていいです。最後に3つ目、ストアって打ってお買い物します。最初は60円しかありません。まずはショベルとプロフラッシュライトを買っておくといいです。理由は、攻撃手段を得ることと探索しやすいからです。複数人の場合は、ウォーキートーキーっていうトランシーバーを人数分買っておくのも手です。ターミナルは以上です。はい、次に初期がエクスペリメンテーションになってるんで、そのままレバー引いて出発しましょう。エクスペリメンテーションはだいたい1回で、150円か200円稼ぎます。到着したら買ったアイテムが飛んでくるんで少し待ちます。アイテムが届いたら早めに回収しましょう。そのまま帰ってしまいます。回収したら右クリックをしてメインエントランスと書いてる場所に向かいましょう。着いたら中に入って探索を始めます。建物内にはお金になるスクラップがあるんで、それを集めて建物の外にとりあえず置いておきます。なんで建物の外に置くのかっていうと、中にスクラップを盗んでくる敵がよくいることと、最後にまとめて持って帰るからです。スクラップは片手持ちと両手持ちがあります。片手持ちは画面下のイベントリー分持ってます。イベントリっていうのは画面下の4つの枠のことですね。両手持ちは1つしか持ってません。初期マップで出てくる敵を言います。建物の中と外で変わります。中はホーディングバグ、スネア、バンカースパイダー、ホウシトカゲ、スライム、サンパー、ワラビが湧きます。外は目のない犬、アースリバヤさん、ハチが湧きます。対処できる敵を順番に解説します。ホーディングバグは虫みたいなやつで、ショベルで2回叩けば倒せます。スネアはムカデみたいなやつで、天井に張り付いててプレイヤーの頭にくっついたら協力者にショベルで叩いてもらってください。ソロだと頭にくっついた状態で外に出て助かるか窒息で死ぬかの2択です。スライムは敵の中では足が一番遅く、ドアを閉めて道を塞いだり柵の上に乗れば攻撃は届かないので対処は簡単です。バンカースパイダーはでかい雲で火力はめっちゃ高いですが、足が遅いので交代しながら5回叩いてやれば倒せます。ホウシトカゲは大きい口と尻尾に紫の球体があるのが特徴で、近寄らなければ何もしないので無害です。ハンパーは這いずりながら移動している顔がサメみたいなやつで、ちょっと交代しながら4回叩けば倒れます。アースリバイアさんは地面の下で動いてるワームみたいなやつで、ゴーゴー言い出したら狙われてます。ただ何も持たず歩くか走って地面から離れてる場所まで行けばゴーゴー言うのをやめてどっか行くんで、そこまで脅威じゃないです。まだ言ってない敵を言います。このワラビ、目のない犬、蜂の3体、こいつらやばいです。戦おうとしないでください。最初は慣れてないと大体死にます。ワラビは背後から襲ってくるんで定期的に後ろを見るぐらいしか対処法はないと思います。見つかると一定時間逃げていくんで、ある程度の間隔で周りを見ましょう。目のない犬は音や声に反応するので、近くを通るときはしゃがみながら静かに通ってください。走ったらバレて食われます。蜂は近づかなければ何もしてこないですけど、ただ蜂の巣を取ったらお怒りモードになって外で暴れ始めるんで、かなり危険です。取り方は一応あるんですけど、初心者の方は慣れてからでないと難しいかも。初心者の人は5時までには外に出てスクラップを船に持って帰りましょう。7時以降になると外にも敵がめっちゃ湧いてきます。帰還したら残り2日あるので、慣れたターミナルで行き先をアスランスに変えましょう。アスランスは初期マップに比べて200円ほどプラスで稼ぎがいいです。ただ敵も初期マップで出てくるやつらに加えて、中にタレットと外にヒシタカっていう敵対する鳥も湧くので注意です。あと4時ぐらいからも外に敵が湧いてくるので、これも注意。帰還して残り1日になったら同じように慣れてないならエクスペリメンテーションに行きましょう。
慣れててボーに行ってもいいですが、アスランスに比べて稼ぎがちょっといいぐらいなのと、コイルヘッドっていう最強の敵も湧くので、初期では個人的にはお勧めしません。残り0日になったらノルマ分スクラップを換金します。まずターミナルで行き先をザッカンパニーに変更してください。右のパーセントは買取価格の割合です。残り0日の時は確定で 100% です。着いたら集めたスクラップを換金する場所のテーブルに置いてベルを鳴らしますが、ここで一番大事なことを言います。ノルマ分の価格ギリギリで売ってください。なんでかっていうと、売らなかったスクラップは次のノルマを達成するときに使うからです。次のノルマのために置いておかなかった場合、めちゃくちゃ苦しいです。で、帰還してノルマ分達成していたら、新しいノルマが提示されます。序盤はこの進め方でいくと、初心者の方はやりやすいと個人的には思います。以上が序盤の進め方でした。ぜひね、良かったり気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけるとめちゃくちゃ助かります。では、良きリーサルカンパニーライフをありがとうございました。Ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great asset to the company. Great asset.